板野鹿尾さん、当時33歳。爆心地から 2.5km の吉島で被爆しました。中国塗料に勤めていた板野さんは、吉島にあった本社工場の事務所内で打ち合わせ中に被爆しました。工場は半分ほど壊れ、表にいた従業員は怪我ややけどを負いましたが、板野さんはかすり傷で済みました。しかし、叔父を一人失いました。工場の係長をしてましたけどね、それでほとんどの人が出てしまって、後の工場の荷物を出すのね、それをみんなと一緒に指揮しとったんですがね。それでこの向こう刑務所の裏があるんですが、あの裏の方とかね、それから工場で行ったとこへドラム缶とか機械の重要なものとかね、それから材料ですね、そんなものをトラックで移すのを指揮してたわけです。海軍に収めるね、船底塗料、船底といって船の底へ塗って虫がつかないようにする塗料と、それから飛行機とか潜水艦の中から空気が何しますから酸素発生剤で酸素を出す薬品ですね、それを詰めてボンベを作ってる。それから空気清浄剤で長いこと潜水艦でも船の底におりますと炭酸ガスがたまりますから、炭酸ガスを吸収する薬味を詰めたボンベをと、そのものをこせてます。船底塗料の方には30人ぐらいですかね。それから空気発清浄剤とか酸素発生剤には200人以上とかおったとね、300人まではおらなかったんです。それで空気清浄剤とか酸素発生剤って手間の仕事、手のかかる仕事ですからね、学徒動員で男は来なかったですけど、山陽とか学院とか女子学生がね、女学生の4、5年生が100人余りで、それから女子挺身隊いうのがありまして、それも2、30人ぐらい来てたと思います。それからその他は講義で2、300人ぐらいは空気清浄剤とか酸素発生剤の方で働いておったんですが、原爆の前にですね、もう全部岩国とか、それから五日市の皆がですね、井ノ口のちょうど今の女子隊がある鶴ヶ峰女子隊のあるちょっと向こうの方に山の麓で工場を作って、そこへ移転していましたから工場にはもう働く人はほとんどおらなかったです。おらなかったと言っても事務所とか私がおったように工場の後始末の人は10人ぐらい、それから事務所の方は何人ぐらいおられたかはっきりわからないんですが、事務所とか研究室の人は10名以上おられたんじゃないかと思います。6日の朝はまだ8時半頃で、8時から晩5時ぐらいまででしたからね。で8時半はこの裏の方の工場のが空いた後へ事務所のようなものを作って、そこでみんなと打ち合わせをしていると思います。今日はどういうことをしようとかね。別に変わったことはないんですが、私はその時分に緑町のおじさんのうち、家族は全部おかめを疎開しておりましたから、おばさんのうちお世話になって、朝そこから来て、8時までですからね、8時前にこう来て事務所に寄ってみんなと打ち合わせしとった時に原爆ってピカッとして、それからドーンとちょっとしてドーンいう音がして、それから爆風が来てですね、もう工場は足を負ったところも現場でいっぱいすすとかもういっぱい柱がありましたからね、もう真っ暗になりましたね。ちょっと2、3分か。
それで飛び出し慌てて飛び出して、出てたら表のそれからどうしたんかないいよって表門の方へ行ってみたらそのがもっと今の港南町は飛行場行ってましたからね、あの方へずらずらみんな焼け通した人やね大勢避難してました。私その時もう焼けてそれから子供の焼けたのを抱いていく人も見た覚えがあります。今でも覚えています。大勢人が行きました、こっちをね、今の港南町へね。建物は新しく建った建物は戦時中の旧造ですからね、潰れたところもありましたが、屋根が飛んだとかもちろん窓ガラスなんか全部壊れましたけど、家の潰れたのはあまりなかったと思います。表門のところの方で裸でおった人が一人ぐらいおったんですが、その人は服は燃えなかったですけど肌にやけどされました。一人か二人です。それは私はね、ちょっとこの辺にガラスの破片でね、ここへ門の方へガラスがちょっと破片のが刺さったことがあります。刺さりました。それで血が出たんですけどね、それでその傷が1ヶ月ぐらい治らんかったですね。普通ちょっと傷したんだらもう1週間もすれば治るのが1ヶ月ぐらい治らんかった覚えがありますね。事務の方の人で向こうおった人で一人大怪我して死なれたというのを聞いたんですけどね、私その人を見ないからようわからないですが、一人ぐらいですね。怪我した実際そういうような破片のあった人はまだ他に大勢おられると思いますけど、朝8時なんぼで8時からで8時過ぎ半頃ですからね、それから12時過ぎぐらいまで勾配を追って何もすることはないですから、見たりしておりましたけど、12時過ぎて私は家へ帰りました、緑町へね。それで私のおじさんが中町で医者していました福野町の小学校のちょっと横でね、中町本当に裏通りの中町通りがありますからね。で行ったらおじさん帰らんからって、わしはそれから1時過ぎに出て中町行きよったら、あんたくのおじさんは肘山の多聞院へ避難させとるから連れに行こうってその人が行って、それから多聞院に行ったら大やけどしておじさんが中おりました。多聞院のね。それで連れて帰って悪霊おじさんが死んだんですかね。で私その時一番原爆で印象に残るのは悪霊おじさんが死んだんですが、誰も葬儀屋もなきゃ何にもないでしょ。どうすることもできんから、わしがおじさんを自分で棺を小板を外したりして棺桶だけこしらえて、でおじさんを昔自転車の上で二輪車をつけるってあれを自転車を乗けてあれおじさんを連れて行って袋町の仲間と行ってその自分でこしらえた釜におじさん入れて葬式も法事も何もせずに仲間焼くとこがないでしょ。それでおじさんのうちの跡地でその辺から木を集めておじさんを焼いて骨にして亀葬儀に出るような亀何年のやつか小さい亀を骨で入れて持ってうちへ帰って田舎の方へ連れて行って法事した葬式した覚えがあります。だから一番これ印象的ですね。翌日はもう会社休んで、もう会社行っても誰も来んですからね、おじさんの葬式、おじさんの始末葬式したんです。あれが一番困るですね。もう瞬間に広島全市がダメでしょ。葬儀屋もなきゃ葬式お寺もどこもダメなんですからね。自分で始末しますしねダメなんですから。ああいう点から言うとね、本当に今でも大勢遺族が死んでもね、原爆で死んだだけで身柄のその死体を引き取った人は少ないんじゃないですかね。もう避難してそのまま死なれた人が多いんじゃないかなと思いますね。
まあ、おじさんのうちがおじさんが死んだんと、それからおじさんが中町に病院がありましたが、その看護婦さんが3人ぐらいおったんです。その死体が全然その日におじさんのこといっぱいで看護婦さんのところまで探されないんだから、その看護婦さんの死体なんか骨なんか全然いまだに分かりませんね。気の毒なことをしたと思います。緑町の辺はね、そうとも壊れるようなことで、しかしゆすったんでしょうね。戸がこう開けた手がぎしぎしして動かんようになったところはありますね。でその以外には緑町の辺は何もそう被害なかったとね、なかったです。まだ南大橋からずっと千田町ですね。あの辺は火事になってなかったと思います。もうあれはおそらく晩方までに焼けたんじゃないですかね。それけど、あっちの中心部の何はね、まだ思いがないんですが、完全に焼けてなかったと思います。千田町の辺ではね。誰がもう人が逃げてしまったから火がどうぞ移ってたんじゃないかなと思いますね。だけど悪に見たら本当にずっと本通りからもう全部焼けてますよね。本当に家もない何もない。いや、橋のたもとなんかはね、みゆき橋ですね。ああいうところに大勢寄っとったと思います。覚えがあります。だけど町の中では人は全然言うてなんですが、あんまり見なかったですね。おらなかったです。もう古いからはっきりわからないですが、人が大勢寄ったのは覚えますね。それから後から見たらどこだったか橋のところで死んだ人が死体があったのを覚えますね。積んであったのをね。今何百人もいないです。何十人ぐらいでしょと思いますね。私はっきり分からんです。もう古いからです。中心部の人がみゆき橋とかそれからこっちとか、北の方へ逃げた人もおられるんだと思いますがね。ほとんど北じゃないんですかね。田舎の方へね。おじさんの骨を焼くために中町って今のなんですからね、本当にすぐこっちですからね、袋の塩物と本当にの間ですからね、行ってみたらその2、3日2日目に行っとるんですがね、もう家も何にもね、ガランドで人はほとんどおらん言ってよかったですね。もう古いから話がどうもはっきりしたこと言えないです。家族はね、岡山の方へ、私の故郷へね、父母のところへ女房とそれから1歳の女の子がおりまして、それが疎開しておりました。だから私は一人になったのでおじさんのうちに世話になってたんです。で借家を負ったんですよ、この向こうの方ね。その家も全部返して荷物も全部あっちこっち友達のうちに預けたりしてね。そして終戦後そこに社宅ができましたからね、それで呼んだんですが1年ぐらい経ったですね。一緒に被爆したおった人は今思い出すので今井さんいうて、そのちょっと向こうの方に今もおられると思いますがね、もう90過ぎです。90ぐらいの人ですね。それから山田さんとかね、それも知られました。それからその自分におった人で死んだ人が多いんじゃないかと思いますね。もうほとんど若い男女は全部疎開しますから、残っとったのは年寄った人で工場でずっと昔からおって年寄った人で向こうの方へ連れていくのは無理ないけんよ思うて会社に残された人が多いんですからね。もうわしより大きい人ばっかりですから。本当に
これはこんなビルが建ってるんですが、もう昔は全然なかったですからね。小さい2階建てが最高でね、その前の方店だったんですけども、いっぱいビルが建って感心してるんですよ。びっくりしてるんですよ。もうここは全部今見よるんですが、戦時中にあったいうのはもうあったような、まあ探せば分かるでしょうけどもうないですね。全然変わってますね。まあ中途でここにあったんですがね、だけどもう建物全部変わってますね。しかし私はね、原子爆弾は本当に今まで思いもせんなんでしょ。あんなものすごい被害を一瞬にしてやったんだけど、みんなもう仰天したとして慌てふためいたのが一番印象的ですね。私はまあ軍隊5年ほどって弾の下もクッとありますけど、あんなに大勢いっぺんに死ぬようなのも軍隊戦闘してもないですからね。で軍隊でも戦死した人の遺骨はまあ帰らん人も大きいのはあったでしょうが、大概焼いて内地へ帰りよったんですね。もう本当に広島では本当に焼けてそのまま死んで、後から家族は分からんいう人が多いんじゃないですかね。あんな大きな想像もできるんですからね。今までないですからね。本当に大きな、まあこんな大きな町が3分の2ぐらい中心部がバカッとやられたんです。